こんにちは、ワッチミックスです。今回はイタリア発のマイクロブランドスピニカー様とコラボさせていただき、ブラッドナー GMT オートマティックを時計マニアの目線で徹底レビューしていこうと思います。このスピニカーというブランドはヴィンテージとダイバーズの融合をコンセプトにデザインされていて、シックなモデルから個性的なモデルまで幅広くラインナップされています。人とはちょっと違う腕時計を楽しみたい、気分を上げてくれるおしゃれなダイバーズウォッチを楽しみたいっていう方にぜひチェックしてほしいマイクロブランドの一つ。また価格がお手頃価格なのも嬉しいところ。夏に向けてアクティブなスタイルの機械式時計を探しているっていう方はぜひ一度チェックしてみてください。まずはじめに実際に手にしてみた第一印象なんですが、それはこれはワクワクするやつだって、そんな感じでしたね。スタイルとしてはスーパーコンプレッサーと呼ばれていたリューズが2つついているクラシカルなケースフォルムっていうのが特徴になっていて、それにツール的な GMT の針とインナーベゼル合わせてあって、まさに冒険のための本格ツール、そんな感じ伝わってきました。また文字盤にはぐっと奥行き感があって独特のオーラあります。そしてその文字盤にはくすんだような赤と黒のコントラスト入っているんですが、そのカラーのコントラストが渋い感じに見せてあって、なんとなくなんですがヴィンテージツール、そんな感じにね見せてるところでした。ただこのモデルはケースの厚さが 15mm とかなり分厚いので、ヴィンテージ感っていうのはあるんですが、上品というよりかはタフネスさ感じるところになっています。ワクワクさせるタフネスなヴィンテージツール、そんな感じがとても魅力的ですね。優等生的な腕時計ではなくて、ちょっと癖のある腕時計、この感じ刺さる人はめちゃくちゃ刺さると思います。ではデザインをマニア目線で細かくチェックしていこうと思います。実は今回レビューしているブラッドナー GMT のソンブルレッドというこのカラーモデルなんですが、今現在は日本未導入のカラーになっています。なのでこのモデルを購入するには海外の公式サイトから直接購入になるんですが、人とは被ることなく特別感を楽しめるので、購入までのハードルっていうのは若干高いんですが、狙ってみてもいいかとは思います。このブラッドナー GMT のデザイン、特徴としては何といってもヴィンテージ感のある独特のケースフォルムですよね。このフォルムは昔のダイバーズウォッチがよく採用していたスーパーコンプレッサーというリューズが2つついているクラシカルダイバーズケースをオマージュしてあって、その独特のスタイル面白いんですよね。多分初めてこのリューズが2つついたこの腕時計を見た人はリューズが2つついてるって感じでちょっと違和感を感じるかもしれないですね。ただその違和感っていうのがだんだんと何とも言えない特別感に変わってくるかとは思います。この2つのリューズは時刻合わせとかゼンマイの巻き上げなどは4時位置のリューズで操作して、2時位置のリューズは GMT のインナーベゼルを操作する、そのリューズになっています。そして文字盤のデザインもかなり凝っていて独特。針は単身にアクセントが入っていてちょっと面白い形状ですよね。ダイバーズウォッチではよくある手法なんですが、視認性を高めるために針の形状、単身と長身で大きく変える、そんなデザインになってますね。ここは本格的なダイバーズウォッチを想像させるところになっていて、ここねうまいですよね。そしてインデックスは高さのあるアプライドのインデックスになっていて、その場の光加減ではインデックスのサイドに影が落ちたり深みをある表情に見せてますね。また蓄光なんですが、このソンブルレッドというモデルはヴィンテージ風のベージュ系カラーになっていて、それがまたいい味わいになってますね。個人的にはこのヴィンテージ風の蓄光カラー好きなんですよね。なかなかいい風合いしています。そしてこのモデルは GMT 機能がプラスされているので、文字盤には GMT の針と、あとは GMT のインナーベゼル入っています。 GMT 針の針先は三角形でブルーの縁取りが入っていて、秒針とね間違わないようになっています。 GMT ベゼルは午前と午後で黒と赤に分けられているんですが、その黒と赤がくすんだような色合いになっていて、なんとなくなんですが日に焼けて色あせたような見せ方になっているのも渋い雰囲気伝えてきますね。ここいいですね。今日本ではこのソンブルレッドというモデルは販売されていないようなんですが、写真で見るより実物はシックな印象で、
いや、日本でも販売すれば意外と人気になるんじゃないかなって感じました。そしてこのインナーベゼルの作りがめちゃくちゃ凝ってるんですよね。ベゼル自体は文字盤に向かって傾斜がつけられているその立体的な作りになってるんですが、 GMT の数字がプリントではなくて立体造形でぐっと立ち上がっているんですよね。なのでインナーベゼルに高さを感じて文字盤自体に奥行きをぐっと感じさせる、そんな作りになっています。めちゃくちゃうまいですね。また面白いのがガラスの縁の部分が斜めになっているので、この腕時計を正面から見ると GMT ベゼルの数字の部分ちょっとね歪んで見えるんですが、それもヴィンテージな感じがあって個人的には好きなところ。もしかしたらなんですが、その歪みはわざと見せてるんじゃないかなって勝手に考えていて、その理由としては GMT の数字が歪んで見えて、時刻を見るときにその GMT の数字あまり意識しないんですよね。実際にこの腕時計を使ってみるとパッと自分針に目が止まって想像以上に時刻見やすいんですよね。なので時刻を優先的に見せるためにわざと GMT の数字歪ませているのかもって実際に使ってみてそんな感じ受けました。いや、実用性は想像以上に高かったですね。いや、ここ意外でした。そしてメタルブレスなんですが、古めかしいライスブレスのようなデザインになってます。これは好き嫌いあるかもしれないんですけど、時計全体のクラシカルな雰囲気とうまく合ってますね。このライスブレスは日に焼けた腕の方、めちゃくちゃ似合うんじゃないですかね。また付属でラバーストラップもついていて、付け替えが楽しめるのもいいところ。このソンブルレッドには赤のトロピックタイプのラバーストラップついていました。日本の夏にはラバーストラップついてると嬉しいですね。ゲリラ豪雨とかでも気兼ねなく使えるかとは思います。時計全体の印象としてはこだわり感強めのヴィンテージダイバーズって感じ。かなり趣味感があって好き嫌いはあるんじゃないかなとは思います。優等生的な腕時計ではなくて個性を楽しむ腕時計、そんな感じありました。だからこそ刺さる人は刺さるんでしょうね。個人的にはその癖っていうのか特別感のある腕時計大好物です。次に基本スペックと作りについて簡単に解説していきます。ムーブメントは定番のセイコーの NH34 ですね。メカニカルの GMT ムーブメント搭載ってこともあって所有する満足度非常にね高いと思います。またセイコーのムーブメントってこともあって安心感高いですね。そしてサイズ横幅 42mm ですね。ダイバーズウォッチと考えると標準的なサイズなんですが、最近はアンダー 40mm、40mm を切るようなダイバーズウォッチ、多くなってきているので、ここは好き嫌いあるかもしれないですね。ガラスは安心のサファイアガラス。サファイアガラスっていうのは非常に硬いガラスで、普段使いしていてまず傷が入るってことはないので安心して使えるのが嬉しいところ。そして防水スペックちょっと変わってますね。18気圧防水となっています。この数字あまり見ないですよね。簡単に防水スペックについて解説すると、10気圧防水以上あれば時計本体を水の中にザブッとつけてしまっても大丈夫なので、普段の汗雨っていうのはもちろんなんですが、キャンプに行ってみたりバーベキューに行ってみたり川で泳いでみたりアクティブなシーンで使ってみるのも安心して使っていただける頼もしい防水スペックになっています。スペックについては趣味感の高いメカニカルの GMT ムーブメント搭載。これだけでもワクワクしますよね。また安心のサファイアガラスに18気圧防水と普段使いしていてまずね不満出ることないと思います。ちなみになんですが、このセイコーの NH34 ムーブメント、こちらは GMT 針を単独で動かすコーラータイプの GMT になります。作りについて欲を言うんだったらバックルにマイクロアジャスト微調整機構ですね、これがついていたら最高だなって思うところ。ただ価格を考えると簡易のエクステンションついてるんですが、それだけでも素晴らしいと思います。このモデルコスパの高い一本といって間違いないですね。まだ届いて数週間なんですが、着用イメージ写真を少し撮影してみたので、コーデのイメージだったりサイズ感の参考にしてみてください。
いかがだったでしょうか。個性的なダイバーズスタイルの腕時計なんですが、個人的には想像していたよりもシックな感じで楽しめましたね。くすみ系のカラーっていうのがとても雰囲気が良くて、実際につけていて派手だなって感じることなかったですね。今夏に向けてテンションを上げて楽しむ腕時計を探しているっていう方だったら、このモデル最高の相棒になってくれるかもしれません。今回はスピニカー様とコラボさせていただき、ブラッドナー GMT オートマチック海外カラーのソンブルレッド、こちらを時計マニアの目線で徹底レビューしてきました。いかがだったでしょうか。個性的なスタイルにツール感のある GMT 機能搭載と、デザインにメカメカしさあってワクワクさせてくれる腕時計でした。決して上品な腕時計とは言わないんですが、実際につけてみると意外にシックな感じで楽しめる、そんな腕時計で、大人世代の方にもおすすめの一本です。このブラッドナ GMT オートマティックにドキッとした方は、ぜひ一度公式サイトをチェックしてみてください。欲しくなると思います。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも素敵な腕時計や時計関連の情報をご紹介しますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。